30年前、当時の串間健次郎副会長は池田大作氏を礼賛する先頭に立っていた。政教新聞には串間副会長語録と称して彼の談話が連日記事になっていた。その中で気になる記事があった。仕事などで成功を収めた場合、会社にいてもそれは池田先生のおかげですと言わなければいけない。私にはとてもそんなことはできそうもないと思った。一人の人間が周りの人間の力をバネとしてどんどん神格化されていく。池田先生は遠くにいる人を見てもその人が学会人かどうかすぐわかるとまで言い出す幹部も出てきた。ついに串間副会長は小説「人間革命は現代の御所である」とまで言い出したのだ。小説「人間革命」は池田大作氏が筆筆しているとされる小説である。御所とは鎌倉時代に日蓮聖人が書いた手紙類を一冊にまとめた書物である。しかしこれには日蓮聖宗の僧侶たち宗門が黙っていなかった。それでは御所は何なんだと反発しだした。宗門との対立を恐れた創価学会は串間副会長を更迭することになる。この時の串間副会長の心情は誰もが容易に想像がつくだろう。あれだけ池田大作氏を礼賛していたにもかかわらずこんな冷遇を受けるとは思いもよらなかったに違いない。突然怒りがこみ上げてきて彼は決断したのだ。彼は意を決して池田大作氏のとんでもない悪事を月刊ペンという月刊誌に暴露した。その記事のメインは池田先生は公費を使って突貫工事で自分の家の庭に滝を作らせたというものだった。これが事実だとすれば横領じゃないかと私は思った。彼が嘘を言っているとは思えない。なぜならこの記事に対して創価学会は黙ったままだった。当時私は三畳一間の安アパートに住んでいて爪に火を灯すような生活をしていた。そんな中でも幹部に言われるままに政教新聞を2部も取っていた。ある幹部は池田先生は借家に住んでおられると我々に語っていたが串間副会長は池田先生は信濃町で一番の御殿に住んでいると暴露した。池田大作氏が使った公費の中には俺が払った新聞代も入ってるんだなと思うととても悲しくやりきれない気持ちになった。どこの宗教団体の教祖にもありそうな話だが池田大作氏がこのような人間と同類とはその時までは思ってもみなかった。私の心の中で池田大作氏の仮面が剥がれ落ちた瞬間であった。福
福島副会長の告発記事には次のような内容も掲載されていた。競技場では学会員によるマスゲームが行われようとしていた。しかし天候が危うかった。このマスゲームの視察に訪れた池田大作氏は、天候は必ず持ち直すと予言した。しかしその後、土砂降りの雨となり、池田先生は何も言わずその場を後にした。ここで福島副会長は何を言いたかったんだろうか。創価学会の幹部が池田先生は生き仏だということは珍しくないが、池田大作氏自身も自分が生き仏であるかのように演じようとしていたように思える。そんな風潮の中で池田先生は皆さんの考えているような生き仏ではない、我々と同じ凡人だと言いたかったんだろうと思う。冷遇されてようやく自分の本心が言えるようになったということらしい。側近中の側近の幹部といっても、所詮この程度の人間なのだ。月刊ペンの記事の内容は国立国会図書館に行って調べれば詳しくわかる。私の言ってることが事実だということが判明するでしょう。人をやたらに神格化するのは危険である。最も尊い自分の魂はその人間に奪われ、まるで操り人形のようになってしまう。誰もその人間に逆らうことはできない。その人間の悪事ももみ消されていく。池田大作氏も福島副会長も当時の私にとっては雲の上の人だった。しかしいろんな事実が判明するにつれ、我々とそんなに違わない欲望にまみれた人間だということが分かった。唯一違うのは異常なまでに人たらしだったということだけだ。